死を超えた大きい輪廻があれば、身近な小さい輪廻もあるということです。あなたは今、輪廻真っ最中なんです。それ以上に世界では、地獄、餓鬼、畜生、この3つの状態からいつまで経っても抜け出せない人がたくさんいるんです。ではどうすべきなのでしょうか。それは自分の今のモードを把握し、レベルアップするしかありません。それが修行というものなのです。分かっちゃいるけどやめられないのが人間ですが、その状態から抜け出すには、まず置かれている状況を判断し、それを実行するしかありません。例えば学校でいじめられちゃったら行かなくてもいいんです。会社がブラックだったら辞めてもいいんです。少し休むのも良いでしょう。一番大切なのはあなた自身なんですから。逃げてしまえばいいという話ですが、間違えてほしくないのは、修行を断念してしまうことが得策とは言えません。その状況からはとりあえず逃げなさいと。レベルの違うモンスターたちに襲われたら、とりあえず逃げるのコマンド連打ですよね。いきなりリセットボタンは押しませんよね。そこに踏み込んで言えば、人間の持つ能力は人それぞれに違います。ゲームの職業に例えれば、戦士もいれば魔法使いもいる。遊び人だっています。さらに現代社会、皆さんの状況について細かく言えば、容姿にコンプレックスがあって辛いとか、人間関係が不得意で社会に馴染めないとか、その挙句自分と他人を比べてしまい卑屈になるという人はたくさんいるかと思います。容姿端麗で頭も良く優秀な人に比べれば、自分のスペックは外れなのかなという思いがぐるぐると巡り、もしも輪廻転生があるのならば、来世では当たりが引けるかもと思ってリセットボタンを押す。自ら命を絶ってしまうということですね。これをしてしまうとどうなるでしょう。自分の命を粗末にした人は良いところには行けないなどと言われることがあります。どういうことかと申しますと、努力し積み上げてきたものは消えることなく引き継ぐことができるという話をいたしましたが、修行を諦めてしまった人というのは、たとえ生まれ変わったとしても前世で弱点であった部分を引き継いでしまうことになります。ペナルティが発生すると考えるのが分かりやすいでしょう。一日一生という小さな輪廻で言いますと、自分のできる範囲の努力を一日一日少しずつでも繰り返し、自分を豊かにする方法を模索し続けることが幸せへの一番の近道です。まずは自分の状況を判断し、自分に優しくしてから、そこから周りの人を豊かにしてみましょう。助けてあげましょう。そう思った時に必ず助けてくれる人が現れます。以前お話ししたエコ供養のお話にも通じますが、決して身を削って搾取されると言っているわけではございません。あなたの近くに思いやりの精神を欠かさない素晴らしい人物がいるとしたら、真似できそうな部分を真似してみるのもいいかもしれません。人を飽きさせないトーク力や仕事を手際よくこなす能力は真似できなくとも、少し意識すれば自分にもできそうなことってたくさんあると思います。まず真似ることから始めてみましょう。坊主チャンネル。器用に生きられない人の人生というのは、ある意味では地獄のハードモードと言えるかもしれません。自力で乗り越えるのはとても困難ですが、そこで得られる経験値は凄まじいものがあります。人生を修行の場と考えれば、あなたが外れを引いたということではなく、長い輪廻の序盤にいるのだなと思えばいいのです。そして必ずクリアできることになっているのです。それはどんな形であれ人生を全うするということです。それを考えますと、一日一日少しずつでも困難を乗り越え、時には回避し、経験を重ねたあなたは、自分と同じ弱点を持った人の気持ちを誰よりも理解し想像できますし、優しく接することができるでしょう。
同じ道を歩んできた人を何とか助けたいと思ったあなたは飛躍的にレベルが上がります。その状態を菩薩というのです。ただ仏法を広めるだけではなくて、いろいろなジャンルでただ困っている人を助けたいと思っている人がいたら、それは菩薩モードです。この輪廻がわからないとそれができず、自分より弱い人を見つけてバカにしたり下に見たりといった一番簡単なやり方で自分を安心させる方法をとってしまいます。それこそが弱さだということは本人が一番わかっているはずです。そんなことではレベルアップどころかレベルが下がってしまいます。それも輪廻の特徴です。もしもあなたがそうだとしたら、きっと人間1回目なのかもしれないですし、あるいはその時点で地獄餓鬼畜生の状態に落ちているということがあるかもしれません。来世になってまでそんな卑怯な生き方したくないはずです。修行とは宿題であるとも言えます。自分の長所は伸ばしつつ助け合いながらそれぞれの目的を達成させる、それが人生なのです。宿題はそれぞれ違いますが同じところを目指していますから、羨んだりまた下に見たりしなくていいのです。悩んでいる人は人のイージーモードを見て羨ましがったり、なんでこんなことになってしまっているんだろうと自分を責めたりしていますが、それは勘違いです。あなたが羨んでいる人は同じように何らかの宿題に取り組んでいるだけなのです。こんな人になりたいなというような人がいたら、その人はいくつものハードモードを超えてきた猛者であるとも言えます。例えばこの理論で言うと、あなたが魔法使いだとしたら、力を欲しがって戦士を羨ましがり、力の種を使って攻撃力を上げようとします。あなたは魔法の力を上げることだけに重点を置けば良いのです。坊主チャンネル。ここで種というワードが出ましたが、皆さん仏の種というものを自らお持ちです。この種の存在に気づき、育て花を咲かせるのが根性の修行なのです。人生の最後は頑張った、じゃあね、それでいいんです。この輪廻を総括すると、人間クエストというゲームソフトを奇跡的に手に入れたあなたは、しっかりとエンディングを見届けた上でそのセーブデータを引っ提げ、自らの努力で勝ち得た強くてニューゲームをもとに、さらに高みを目指す勇敢な来世を望み、輪廻から抜け出す道を選ぶか、はたまたそこから逃げ出しレベル1からの地獄の苦行をまた1から始めるかはあなた次第です。肉体あっての修行ですから。この輪廻を終えるにはレベルアップしかないんです。その特級権とも言えるものに仏法、仏教、法華経に触れるということもあります。生活の中でどこからでもまず正門モード、法を聞くことに始まり、そして円覚モード、自分だけでも分かり納得し修行すること、それを人々に伝えるのが菩薩モード。これが終わるとついには仏モードとなれるわけです。このことに気づいて普段の努力により良い方に自己を変え、環境を変えていく。仮にこの論に世界中の人が賛同し行動したら、輪廻の最上級仏の世界に近づいていくのではと思っております。すべての宗教はそういった理念が大元にありますので、私の信じている仏教、法華経はそういうことですね。チャンネル登録お願いいたします。はい、以上輪廻について簡単に説明させていただきましたが、輪廻とは大きなところから普段の生活までびっしりと密着している思想です。次回は地獄についてお話をさせていただこうと思っておりますが、この地球上においてその地獄のような状況を作っている者たちがいるとしたら、あなたは何を思いどう行動されるでしょうか。全ての話はつながっていますから、ゲームが大好きなお坊さんはこの辺で失礼します。このハイレベルに到達するには相当な気づきが必要ですが、そのチャンスはいつもあなたの隣にあるんです。